3. マッテヤが選ばれる。11人の弟子が何度も協議を重ねたが、まだ結論に達することができなかった。そこで彼らは納得がいくまで、しばらくの間状況を見守ることにした。12弟子は死から霊感祈願の訓練の方法をある程度受けてはいたものの、人間に適用する訓練は受けていなかった。そこで彼らがその時どのようにしたかを伝授しよう。まず彼らは一緒に集まり、一つのテーブルを囲んで座った。無言のうちにお互いが手をつなぎ合い、光を求める祈りを心の中で唱えた。しばらくして手を離すと、確かな兆しが現れた。それを何と表現したらよいかわからないが、とにかく光り輝く体、霊体のようなものが、11人の肉体から出現したのである。するとその光の体が次第に混ざり合って、肉眼には一つの純白な円柱のような形になり、彼らの頭上を越えて霧の中に消えていった。1時間ほど身動き一つしないで導きの祈りを続けていた。これは人間の睡眠状態とは全く違うものである。もしも眠っているとすれば、誰かが夢を見て体を動かすか上事を言うはずである。やがて11人の体が動き出した。それはちょうど人間が死ぬ時に霊体が肉体から離脱する際に見せる身震いであった。この場合は離脱した霊体が再び肉体に舞い戻った時の身震いであった。体の震えが止んでから彼らは深く息を吸い込んだ。それから一人ずつ立ち上がり、無言のまま部屋から出て行った。ヨハネが一番最後に部屋から出て行った。彼は心身ともに疲れ切っていた。他の弟子もそうしたように、彼は誰からも煩わされないような静かな場所を探した。もしこの時に誰かと接触しようものなら、心身ともに傷つけられていたであろう。新しい一人の弟子を補充するために、このような集まり、ウォッチがあったということは、誰にも知られていないことである。まして異邦人には、この無言のひとときを通じて、11人の弟子の心に、マッテヤというスペルが綴られていて、イスカリオテのユダの後継者の名前が知らされていたなどとはつゆ知らぬことであった。理性には伏されていても、霊には見えていたのである。12番目の弟子の名は、あの光の体が弟子たちの体から抜け出した時に与えられていたのである。このことは頭ではわかるものではない。しかし規定に従ってくじを引くときに自然に引き出され明確になったものである。これは決して協議を重ねて決められたものではない。霊の集まりによる成果だったのである。この場合はどうしてもこのような集まりを開き、不思議な光の体の合体を必要としていたのである。そこではもはや11人の弟子ではなく、全く一人になっていたのである。純白な一本の柱のようなものになれたおかげである。